こんにちは、ジーリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アオキ氏、また最近では大悟氏の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。で、また本日からメンバーシップの方で、毎朝1分で情報収集できる投稿を始めました。このチャンネルはその日起こったことを毎回10分くらいの動画にしてまとめてるんですけども、それをさらに早くより簡潔にした投稿を朝7時くらいにはもう見れるようになってます。日本の他のメディアと比べてもだいぶ早いと思います。いつも動画として出すのが結構時間かかるんで、そのタイムラグを埋めるために始めてみました。これ見たらね、動画見る必要ないんじゃないかなと、個人的には思ってるんですけど、通常動画と並行してやっていこうと思います。メンバーシップでまだ見てない方はそちらも見てみてください。まず ETF 関連では、米国のスポットイーサ ETF が SEC から最終承認されまして、本日23日から取引開始が決定しています。ただ今回承認されたのは、ブラックロック、フィデリティ、21シャーズ、ビットワイズ、バーンエック、フランクリン・テンプルトン、インベスコギャラクシーのみで、グレースケールがまだ承認されてないのが話題になってますね。で、仮想通貨関連の投資商品の週間流入額も、イーサイの流入が大きくなっているのが注目されてるんですが、市場の見解をまとめてみるとですね、スポットイーサイ ETF への流入はあんまり期待できないとか、デリバティブ市場の動向を見てもですね、この辺が一旦の天井なんじゃないかという予想が多い印象ですね。イーサのデリバティブの状況などは、この後のチャートのところでまた見たいと思います。昨日の米国の ETF のフロアはまだ全部が公開されてませんが、現時点では全体でプラスとなっています。グレースケールが流出ゼロとなってますが、バンエクのホードルのマイナス0.38億ドルの流出が目立ちますね。ただ先ほどブラックロックに5億ドルの流入があるという情報が流れたんで、今回も全体でプラスとなりそうです。全体では12日連続の純流入を記録しています。ただ香港の方はビットコインがマイナス 24.98BTC、ドル換算ではマイナス168万ドル相当を記録しています。イーサはゼロとなってますね。またオンチェーンの方ではマウントゴックスのアドレスからビットスタンプへの送金が確認されています。0.021BTC なんで、金額としてはテスト的なものなんですけども、前回のクラーケンの時同様にですね、また売り安が懸念されています。こちらも現物が送金された時、市場がどのように反応するのか注目ですね。あとその他では、7月27日のビットコイン2024が短期での一旦の天井と見られてるんですが、そこで演説が予定されているトランプが何かしらサプライズファンドを用意してるんじゃないかとか、大統領選の11月までは伸び続けるんじゃないかとか、あとは JP モルガンのアナリストが反発がそこまで長続きしないとか、各種レポジトークが繰り広げられています。私もビットコイン2024が一旦の天井と見てるんですけども、確かにトランプが何か仕込んでる可能性もありますね。ビットコインの価格は現在67,300ドルあたりを推移しております。指標の方で大きな動きはなかったんですけども、先日のバイデンの大統領選撤退から米ドル安に傾いているという見解が多いですね。ただ米金利は上昇傾向となっています。米国債券では 4.25 を推移しておりまして、ナスダックが 19,822、S&P500 が 5,566、ダウ平均が 44,411、金ゴールドが 2,396 ドル、日経平均が 39,832 円、ドル円が 156.8 円となっております。個別株の方では、ハイブデジタルがパラグアイに新たなマイニング施設の建設計画を発表してまして、100MW 6.5エクサハッシュの容量追加が予定されているとのことで、株価もプラス 8.4% と上がっております。あとはこちらのマイニング企業ビットディールですが、ベンチマークが目標株価を13ドルから16ドルに引き上げてまして、最近のマイニング企業が買収される動きが多くあることから、このビットディールも買収の対象になっている可能性があるということで再評価されています。株価もプラス 7.4% と上昇しています。あと他では IPO が予定されていたスワンがIPO の撤回を発表しています。またマイニング事業からの撤退、従業員の解雇なども発表してますね。マイニング企業は景気がいい印象ありましたけども、こちら出資していた側からしたら厳しい展開になってますね。あとは日本のメタプラネットがさらにビットコインを 20.381BTC、約127万ドルの買い増しを発表しています。90明け株価はプラス 19.3% と、さらに上昇してまして、現在173円あたりを推移しております。
こちらもどこまで伸びるのか注目となっています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 1.0%、額としては359億ドル相当、比率としては全体ではショートが 53.9%、マイナスはロングが 51.1% としたようになっています。今後の指標としては、7月23日に米リッチモンド連銀製造業指数、米中古住宅販売件数、7月24日に米 PMI 速報値、米新築住宅販売件数、7月25日に米実質 GDP 速報値、新規失業保険申請件数などが控えております。株式市場は休日明け反発してるんですが、仮想通貨市場は先ほどの米国でのスポット ETF 正式承認からイーサが先導して落ちている状態です。ただビットコインに関しては、その後の ETF プロの公開からちょっと他より強く耐えているといった展開なのかなと思いますね。本日の米指標などありますが、ビットコインに関してはやはりビットコイン2024、7月27日のトランプ演説がどうなるかですね。チャートだけ見たら6万8000の攻防で弾かれる形になってますが、そこにも保っている状態です。7月27日までに7万2000を超えられるのかが分岐点になりそうですね。あと4日しかないんでかなり微妙ですけど、7月27日前にちょうど7万2000あたりに到達して弾かれるか、それともトランプからのサプライズパンダで ATH 更新するかのどちらかになりそうですね。明日再度6万4000あたりで耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3470ドル、BTC 建ては 0.0516 と、先週からかなり下がっております。デリバティブの方では、本日満期のイーサーオプションのプッツが多くなっていることから、スポットイーサ ETF の事実売りが予測されています。ただ翌日はまたコールに寄ってるんですよね。先物の方では、OI は全体でマイナス 0.1%、額としては144億ドル相当、比率としては全体ではロングが 52.1%、マイナスミはロングが 70.7% と上襟になっています。イーサに関しては何といっても、本日取引開始となっているスポットイーサ ETF がどうなるかですよね。流入がさほどないというのが大方の予想ですけども、万が一流入があった場合ですね、また市場が荒れそうではあります。チャットだけ見たら抵抗の強い3600あたりを抜けきれずですね、BTC だっても下がってるという展開ですが、果たしてどうなるんでしょうかね。上はサプライズ流入があった場合、3600の抵抗を抜けれるかどうか、下は3200あたりで耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。声が山田。あと、ここからその他の動向になります。インドのワズィル X ハッキング事件の速報になります。ワズィル X が事件解決に向けた報奨金を掲示しています。資金の凍結につながる情報を提供した人に最大1万ドルの USDT、また資金を回収したホワイトハッカーに回収額の 5% を報奨金として与えると声明を出しています。被害額が 2.3 億ドル相当なんで、全部回収すれば約1000万ドル、日本円で15億円相当ですかね。ただ北朝鮮のラタルスグループによる犯行と見られてるんで、報奨金プログラムは意味がないんじゃないかなんてことも囁かれています。またインドの方では本日の予算会議で仮想通貨の源泉徴収税を 1% から 0.01% に引き下げる減税が期待されてたんですけども、それも今回のワズィル X の件で可能性としてはほぼ消滅、今後も厳しいんじゃないかと見られています。インドも国民の需要と政府とのギャップがある国でたびたび話題になってますけども、今後いい方向に向かえるのか注目ですね。あと、ここからアルト関連になります。ソラナの TBL が伸び続けているのが話題になっています。今回、米国でスポット ETF が実現して、次に申請されているソラナに期待が移っているようですね。現在、TBL は54億ドルを超えてまして、2021年のバブル水準まで高まってますね。ソラナの価格は現在179ドル、BTC だってはマイナス 1.3%、時価高5位ですね。ドル建てチャートも上抜けできているように見えます。SEC から何かしらのアクションがない限り、強気は継続できそうですね。上は大きな抵抗となっている節目の200ドルを突破できるかどうか、ソラナの今後にも注目ですね。あとはトムファンデーションがアニモカブランズのモカファンデーション、モカバーストの提携を発表してまして、モカとトム間でのユーザーアクティビティ強化のために2000万ドル相当のトークンリザーバー契約を交わしています。これはトンよりも時価総額の低いモカコインの方が影響ありますね。モカの価格は現在 0.087 ドル、BTC 建てはプラス 11%、時価高432ですね。長期ではまだ底あたりですが、現在波に乗っているトンに便乗できるのか注目ですね。あとはヘリウムが提供しているヘリウムモバイルが加入者10万人を突破しています。1年で300倍になったと。利用者はネットの検証などを提供することで、ヘリウムトークンを報酬として受け取ることができる仕様になっているとのことで、
これも人気の要因の一つとされています。ヘリウムの価格は現在5ドル、BTC 建てはプラス 2.5%、時価総額が97位ですね。週間での上昇率が 32% と、上位アルトの中では高パフォーマンスで注目されています。モバイル販売ブームが未だ衰え知らずとなってますね。こちらもソラナ系なんで恩恵を受けているところもあるのかもしれません。こちらもそこから浮上できるのか注目ですね。あとは猫系ミームが高騰しているのも話題になってます。トシとかモグとか、このチャンネルのね、ミームコイン上昇率ランキングで取り上げた猫がとんでもない価格になってますね。モグは1年で200倍になってます。ポリマーケットでも時価総額10億ドルに達する猫にかける市場が盛り上がっているようですね。猫ブームが来るんでしょうかね。猫の今後にも注目ですね。あと資金調達系では、元コインベースの社員らが立ち上げたゲームインフラ系スタートアップ NPC ラブスが2100万ドル、アルダベレーカプラットフォームイーサフィーズが300万ドル調達、評価額1250万ドルに到達したのが話題になっています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。